本日は里海サンゴプロジェクトとサラザー科学工科大学のサンゴ礁保全に関する MOU の調印式にご参加いただきましてありがとうございます。本日の MOU の調印に先立ちまして、まず里海サンゴプロジェクトのご紹介、セブのサンゴ礁をめぐる現状と課題、国際連携によるイノベーションについてそれぞれご紹介をさせていただきます。私たちがサンゴ保全活動を行っている中で、フィリピンのサンゴ視察を行う機会がございました。そこの現地でサラザー科学工科大学の皆様にご案内をいただき、サラザー科学工科大学もフィリピン内で海洋保全に意識を高く持たれていらっしゃるということで、ぜひともに歩みを深めていこうと、本日この MOU の締結に至りました。はじめにサンゴの現状についてご紹介いたします。サンゴ礁はイメージの通り暖かい海に存在しております。そしてサンゴ礁は海洋面積全体、地球の全体の7割が海と言われてますけれども、その中のたった 0.2% を占めるのみでございますけれども、その 0.2% に海洋生物種の 25% が生息していると言われております。そしてサンゴは海の生物多様性を育み、人間社会にも大きな恩恵をもたらしてくれております。大切なサンゴが世界的に絶滅の危機にございます。サンゴがなくなると海洋生物の過半数が消えてしまうとも言われており、その要因の一つが地球温暖化による白化現象でございます。サンゴは動物でもありまして、その体内には褐虫藻と呼ばれる藻類が共生しており、サンゴはこの褐虫藻から栄養を得ております。しかし海水温の上昇でストレスが加わることと、この褐虫藻が失われ、サンゴの骨格が白く透けて見えるようになります。この白化現象がサンゴの褐虫藻から栄養が取れなくなり、やがて死に至ってしまうとなっております。30度を超える海水温が1ヶ月以上にも続き、このような大規模白化が顕在化いたしました。これは沖縄近海のみならず、全世界でこのような現象が進んでおります。このような状況を受け、私たちは全く新しいサンゴを保全する仕組みを構築いたしました。ポイントはデジタルの活用と障害を持っている方たちの活用、そしてさまざまな企業の参画です。まずデジタルの活用によるサンゴの育成についてご紹介いたします。一番左の写真をご覧ください。私たちはオフィス内の水槽環境でセンサーを用いてこの水槽環境を見える化し、陸上での養殖を成功させました。そして真ん中の写真です。オフィス内で養殖したサンゴを海に返しております。海中にもカメラやセンサーを設置し、サンゴの成長過程を観測しております。一番右の写真ですが、オフィス内の水槽でサンゴの産卵にも成功いたしました。オフィス内での養殖や産卵は失われていくサンゴの DNA の保存にも活用できると高い期待をしております。この陸上での DNA を保存する技術を活用することで、世界中のサンゴを陸上で増やしながら保存することが可能になります。次に、障害者の方の活躍と企業の参画による持続可能な保全の仕組みについて説明いたします。私たちはデジタルツールがアシストして障害を持つ方々個々人の特性を生かしてサンゴを飼育できる環境を整えました。これにより障害を持つ方たちが日々従事をし業務を行うことが可能になりました。そしてそのサンゴの飼育業務を地域の障害者の方たちの就労の場とし、さらには SDGs、ESG 等の取り組みに推進を強めていこうとされる企業の方々に参画をいただいてもおります。私たちがこのプロジェクトに参画する企業とサンゴの
飼育等を行う業務を、行う障害者をマッチングをし、企業に雇用いただきます。そして実際に企業に雇用されている障害者が、サンゴの保全業務を日々従事いたします。こうして企業は自社で雇用する職員を通じてサンゴの保全活動に参画が可能となっており、自社の SDGs、ESG、サステナブル推進等の取り組みにご活用をいただいております。この仕組みによって持続可能なサンゴの保全を仕組み化いたしました。このプロジェクトは世界的なコンサルティング会社であるアクセンチャー株式会社とともに立ち上げました。アクセンチャーは社会貢献活動の一環として取り組んでいただいております。同社は世界で77万人の社員を有し、DX の専門知識を持っており、プロジェクトをともに推進しております。さて、本プロジェクトでは、サンゴの保全のさらなる今後の展開に向けて、多様な関係者に今後もご参画いただきたいと考えております。例えば、研究機関、学術機関やサンゴ海洋保全関係者、さらにはサンゴ礁を中心とした生態系の中で、海中のモノ回復やマングローブ保全などを通じたカーボンクレジットにも取り組んでいきたいと考えております。関係者の連携をぜひとも進めてまいります。As CEO Murakami-san mentioned, a delegation from the Thanks Lab visited Cebu, Bantayan Island this July. During the visit, we learned about the initiatives of Satomi Coral Project, and we began to consider how we might apply this knowledge in Cebu to jointly promote marine conservation. In that context, I'm pleased that as the first step, it has led to the signing of this MOU. If you see on the map, the ocean of Japan and the Philippines is very, very close. If you look at the scale, roughly 2,000 kilometers. The sea enclosed in this triangle, this is called the Coral Triangle. It is considered the most biodiverse coral reef region in the world. It is said that 76%, that's almost 2/3 of the world's known coral reef species are found here, and that 37% of the world's coral reefs are in this triangle. So these are the most common things you know about coral. Biodiversity hotspots, they protect the coastline, they're a food source, breeding grounds, they attract millions of tourists. But I want to spend more time in the last part, which is carbon sequestration. So earlier, we went through this already. Global coral bleaching due to climate change, damage through the typhoon affecting the mangroves, impact of destructive fishing such as dynamite fishing, and because of poverty, they don't understand the importance of coral because of lack of environmental awareness and education. 本日、両者間で MOU を締結するということができることを大変嬉しく思っております。で、今回のサンゴ礁保全、海洋保全分野での連携が日本とフィリピンのさらなる関係強化に貢献できることを期待しております。セブ島におけるサンゴ礁をめぐる現状と課題に対して里海サンゴプロジェクトの経験を生かしながら国際連携によるイノベーションに挑戦できるのではないかと考えております。連携する分野としてはサンゴ保全、マングローブ保全、カーボンクレジットが挙げられます。これらの保全の推進によって失われた観光資源や漁業資源の保全や回復を目指します。また同時にネイチャーポジティブやカーボンニュートラルの実現に貢献していきたいと考えております。